どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。今回はですね、クラウドファンディングで3000万以上集めた折り紙みたいに折りたためるマウス。こちらの、レビューになります。一応案件ではあるんですけども、実際1週間使ってみて、結構いいなっていうか、コンセプト的に面白いなと思ったので、ご紹介したいかなと思います。実際使ってみてでもね、じゃあどうなのっていうところも全部お話ししようと思いますので、見ていきましょうか。本体の方をしっかり見ていきたいと思います。iPhone でせっかくなんでね、映しながら、こっちもね、見ながらですけど、はい、こちらが折り紙、折りたたみマウスっていう感じでね、今回このオリクールブラックってやつかな。で、なんかケース自体も、これマウスパッドになるのかならしいんですけど、外すか。かわいい。はい、このマイエア0さんっていうところが、今クラウドファンディングで出してるものになります。このね、パッケージから可愛いんですけど、よいしょ。で、この中に、フォルダブル Bluetooth マウスということで、完全無線のね、マウスになります。これですよ。はい。めちゃくちゃ薄いぞ。薄いんですけど、こんな感じで5ミリが。最薄のところで5ミリで、多分でも1センチもないんじゃないかなって思います。で、説明書もね、一回ちょっと僕開けてるんであれですけど、ここでも残念ながらね、これ英語なんだよね。ただね、読むまでもないです、正直。一応入ってるっちゃ入ってる。本体を見ていこうかなと思います。パッケージもね、結構可愛いんですけど、こんな感じっていうか軽いな、普通に。めちゃくちゃ軽いぞ。軽いんですけども、で、この状態を薄い。ほうきみたいですね。本当に折り紙で、これで、ここが磁石になってて、これをカチッとするともうマウスになるというかね、兜型みたいな感じなんですけども、これで展開されて、このままマウスになるという仕組みになってます。これよくできてますね。ここがね、なんで磁石でくっつく感じかな。裏側ね、よくできてますね。ちゃんとね、この技的マークがね、これですけど、とか入って、ここにね、いろいろ説明も書いてあります。ペアリングボタンですかね。で、これ長押しすると、これつけた状態で長押しすると、赤くなるはず。長押しすると、はい。これでペアリングボタンが、はい。これでペアリングされます。で、結構簡単、シンプルで、面白いのが、こちらにですね、これ充電式になってるんですけど、USB-C 端子がついております。すっごいちっちゃい。こんだけ薄いのに、ちゃんとね、ここに端子があるんですよ。これがね、なかなか面白かったりとか、で、ここが、センサーになってますね。で、なんか CPI っていうね、もので、だいたい4000らしいんですが、結構感度がいい。良すぎるぐらい。で、意外といいセンサーが、入っておりますね。めちゃくちゃ軽いなってか。サイズ感的には僕の手のひらサイズぐらいですかね。一般的なマウスと変わんないかなと思います。で、このまま、展開できますので、素材感はね、折り紙マウスっていう名前なんですけども、レザーっぽいね、ちょっとビーガンレザーとかになるんじゃないかなと思います。ここで、クリックするんですけど、ちゃんとね、クリック感があるんですよ。押せる。で、ここがいわゆるなんていうのかな、スクロールできるタッチセンサーみたいなのがついてます。これもね、実際またやってみたいと思いますけど、これいいよ。かわいい。これでこのまま Bluetooth 接続して、使えるものですかね。これ USB-C 端子あるんで、実際にちょっと充電してみるというか、当たり前なんですけど、確か1分で3時間使えるらしいです。充電に挿すと。どうなんだろう。でもインジケーターとかないのか。これ多分充電されてるはず。すごくないですか？この薄さで充電できているというのが、これで置いとけるっていうね。すげえな。どうなってるんだよっていうですけど、よいしょ。あと当たり前だけど充電できる。素晴らしい。繋いでみたいと思います。繋いでみたいと思うんですけど、よいしょと。はい。で、この状態では繋がってはないんですけども、これでカチッとすると、で、ペアリングですね。まず、ここをつけた状態で長押しすると、バンバンってなるので、ここに接続っていうので出てきましたね。はい、折りマウスが出てくると。接続すると、これだけですね。そしたらもう、使えるようになってる。早い早い早い。すげえ動いた。よいしょと。接続してみた。どうですかね、このやっぱ操作感とかに関してはかなり良くて、本体が軽いのもあってですね、めちゃくちゃ、なんていうのかな、動きが滑らかつながってまして、で、このマウスってやつ、これ Mac のバージョンによりますけど、マウスに、よいしょと、そう、こういうね、軌跡とかの速さ、僕はマックスにしてるんですけど、あとスクロールの速さとかも上げると、かなりですね、こう、ギュンギュンって、速い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 。速すぎる。結構感度はいいので、こういう感じですかね。
でこのスクロールが結構感度がいいので、トラックパッドは吸い付く感じあるんですけど、このねトラックのここに関しては少し若干ね感度が良すぎるな。良すぎたらこのスクロールの速さっていうのを落として、このぐらいの感じ、ちょっとワンテンポぐらいね遅れるイメージかもしれないです。よよよ。ただまあ割とね使いやすいっちゃ使いやすいけど、最初は慣れがね必要にはなるので、トラックパッドはこう分かりますかね、かなりこういう感じではあるんですけど、こっちの場合はやっぱ若干感度が少しいいっていうのと、細かい動きはねトラックパッドの方がいいかなって思いますが、普通にこうウェブサイト見るぐらいだと全然問題なく見えるかなと思います。机の上をね本当に這うような感じなので軽いんですよね。軽さが一般的なマウスを使ってる感じで、本当にこの机の上をこう這ってるような感じで使えるんで、これがねすごいいいですよ。個人的には使わない時はこうやるともうねこう切れてるんですよ。ほら動かないんですよね。こういう状態だともう動かないんで全く、これがいいかなと思います。でここでつけるともうほら動くんですよこれがなかなか面白いというか変な感じ。このオンオフがすごいできるのがね、これでもうこのまま入ってできるんで、これがいいですよね。普段使ってるロジクールのですね 575S ってやつなんですけど、一般ちょっと大きめではあるんですけど、こう比べてなんか大人と子供ぐらい違うというか、これはこれでトラックボールでこう使えるんでいいんですけども、全くどうですか、違うというかこの感じもね意外となんか腕にフィットしてよくできてるなと思います。これはこういけますからね。この違いはねこれはね収まりが全然違いますんで、全くこれに入れようとしたらね、これ多分入るか、こういう感じになると思うんですよ。普通ね持ち運びカバンとかに入れるとこうなると思うんですけど、折りマウスの場合は本当にねこのまま入れれてしまうので存在感ゼロなんですよ、正直ね。こんなんですから、こんな感じこれは素晴らしいですよね。普通にこれで割と使えるんで、重さが全然違う。こっちも電池も入ってるんで 80g ぐらいあるんじゃないですかね。こっちは38、半分ぐらい 38g とかなので、ただそれ以上に軽く感じるっていうのはあります。いやいいですね、軽すぎる。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。ぜひコメントとかねいただければ、質問とかあればねコメントいただければと思うんですけど、良かった点とね気になったところもざっくりとねまとめたいと思うんですが、まずやっぱ良かった点としてはもうこの極薄でね持ち運べるっていうところですよね。しかもフルサイズのマウスっていうことで、使い勝手は普通のマウスと、基本的に変わらないので、なんでマウスをこう持っていく感覚っていうのはないので、迷うことはなくなりましたね。マウス今日持っていこうかな、どうしようかな、邪魔だよなっていうとか、脳死でこうカバンに入れれるみたいな、フォーンみたいな感じですね。はい、あとね組み立てるだけっていうのがペアリングが楽なんですよね。接続がオンオフがかなり楽で、一般的なやっぱマウスってカチカチってしてからオンオフっていうのをねすると思うんですけど、これはもうこう組み立てるとこのまま今もうつながってるんですけどね、 Mac につながって使えるので楽です。で一応 Windows でも使ってみたんですけども、 Windows の方がスクロールに関してはいいような気がしましたね。僕はレッツノートをつないでみたんですけど、であと折り紙っていうあれではあるんですが、薄いけど質感はね思ったより良かったです。結構しっかりしてます意外と。なので長時間使ってもね、あと軽いんで疲れないんで、なんか机の上がですねMac のトラックパッドになるみたいな、机の上でこうシャシャシャっていうできる感覚に近いんじゃないかなと思います。やっぱ本体が軽いっていうのもあって、気になったポイントに関してはやっぱりただメインでこれだけ使うというよりは持ち運び専用のマウスとしていいんじゃないかなっていうところなんで、これ1台でじゃあ全部補えるかっていうと無理かなっていう無理なことはないんですけど、作業内容によると思います。なんで細かいね作業とかあんまり向いてないと思うんで、感度がいいんでデザインとかなんだろうな、ちょっとフォトショー使うとかそういうのは向いてないんですけど、普段のその作業とかはすごいいいかなと思います。であとはやっぱスクロールに関してやっぱ Mac のトラックパッドと比べると、ワンテンポぐらい遅れるかなと思いますので、完璧なそのマウスをスクロールで求めるってなるのはちょっと厳しいのかなと思います。割とただ設定でなんだろうな、結構
構変わるので、うまく自分の好みのねマウスのこの軌跡の速さとかにしてもらえばいいかなと思いました。ただやっぱこのスクロールに関してはなんでその慣れみたいなのが必要かなと思う。最初ね使った時はあれっていう感じはあったんですけど、慣れてきて結構良さは感じてきました。はい。なんで感度が良すぎるっていうところはあるかもしれないです。なんで細かい作業とか苦手なので、これ1台で全部、持ち運び用として優秀っていう感じで、これで自宅で全部これで補うっていうのは、ちょっと難しいのかなと思いますね。とはいえやっぱこの形のマウスってねなかなかないので、てか見たことないんで、やっぱ本当外出時とかに使うのいいんじゃないかなと思いました。で今回その幕開けさんの方ですね、クラウドファンディングやってるので、その価格とか購入方法についてなんですけども、ちょっと見ようかなサイトをね。この幕開けの方で折り紙式ポータブルマウスってことで、ちょうど僕見た時3700、800万ぐらいやってたかな。あと26日ぐらい、25日とか。1ヶ月弱ぐらいはまだあるので 7000% ってすごいな感じで、これ概要欄貼っておきますので、折りマウスね、大注目の欧米先行販売って書いてあるけど 0.5 秒でフルマウスで1個あたり大体8000円ぐらいかな。で今 26% オフで支援ができますので、これぐらいやったら僕ありかなと思うけどね。コンセプト的にも面白いし、ボックススナップで、はい、3個入りとかね、このサイトに結構ね感じで入れれますよとか、はい、オンオフこれかなりね楽ですね。やっぱりねカラーもね他結構あったりするので、ブラックはねでも思ったより高級感あって、このロイヤルブルーみたいなのねサイトで見てたんで、ちょっとなんか紙っぽいなっていう気はしたんだけど、あとホワイトとかもねかなり高級感ありそうなところはあるので、自分のその周りのデバイスとかと合わせてですね使ってもらえばいいんじゃないかなと思います。仕様としてはこんな感じで、 Bluetooth とかもね 5.2 とかだったかな、 5.2 か、割とねスペックは意外といいんだよね。このなんで薄さの割にはかなり頑張ってる。はい。でフル充電でだいたい3ヶ月ぐらい使えますので、はい、ぜひチェックしていただければなと思います。これ概要欄貼っときます。はい、ということでいかがだったでしょうか。折りマウスね。ぜひ支援したよとか、ここが気になりますよとかコメントいただければと思います。でこの動画少しでも良かったよと思ったら高評価と、あとですねボイシーの方でもね、音声レビューじゃないんですけど、そちらもやってますので、ぜひねチェックしてもらえばと思います。最近ボイシー始めまして、これいいなと思った商品をね更新していくんでね、ぜひチェックしていただければと思います。あとTwitter と TikTok もちょっとやってます。はい、実はそこも貼っておくので、ぜひTwitter ではまたこの普段使ってる様子とかを更新してますので、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあまたね。いやー薄いんですよ本当に。スクロールだけねもっとさらに感度が良くなれば、これ本当にねいいよこんなんすからね、本当にかっこいいしね、質感ね。いやーいいですね、いいですいいです。